おはいえなしバージョン 2.6 字面からしてあまりにも中途半端すぎる今回のバージョンアップが新しく名調を始めるのにちょうど良すぎるんですけど、そのちょうど良さ名調知らない人に伝わんねえじゃん。知ってる人の間でだけ熱狂してても意味ねえじゃんと思い、私がちょうど良さを伝えたく動画化しました。この動画は名調について1ミリも知らない方向けというよりは、なんか周りが名調言ってんだよな、自分も気にはなってるんだけどきっかけがなという方に対して背中をそっと押すための動画です。なので名調を押す理由としてよく挙げられるやつ、例えばグラがすごいとかキャラが可愛いとか課金圧が低いとか、そういう話はガチャゲー嫌いによる名調レビュー動画で喋ってますので、名調1ミリも知らないという方はまずそちらをご視聴の上、もし興味が出てくれば改めてこの動画をご視聴ください。この動画ではそういうなぜ名調やるのかではなく、なぜ今名調やるのかに特化して点の話ですが3つに絞って、サムネでポロリしてますけど順番にご紹介します。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。今名調を始める3つの理由。1つ目、ソア全開放です。ソアってなんやねんって感じですよね。乱暴に言うとどこでも飛べるようになりましたってことです。某ゲームの言葉を借りるとフライングマウント全開放ですね。そもそも名調はオープンワールドで、第1章は昆州という地域が、第2章はリナシータという地域が舞台になっています。第2章で後追いでソアという飛行装置が開放され、リナシータ編は広大な地域を自由に飛び回れるようになりました。これが非常に評判が良い。というのも名調ではマップに生息しているモンスターを倒すことでキャラを育成するシステムがあったり、マップにはガチャ石などが手に入る宝箱やマップギミックが大量に設置されているため、マップを駆け回る需要が高く、その際に飛び回れて便利だからというのと、純粋に綺麗なマップ飛び回れて気持ちええわって感情ですね。当然第1章の今週でもソア開放してくれっていうリクエストが長らくあったんですが、ついにバージョン 2.6 にて今週でもソアが開放。現在実装されている地域では全てソアによる飛行ができるようになりました。結果的にそうなっちゃったんだと思うんですが、この施策いい意味でイカれてると思っていて、なぜなら開発者が地上の風景に意匠を凝らしてもプレイヤーは空ビュー飛んじゃうわけじゃないですか。ゲーム開発としてコスパ悪いと思うんですよね。マップを作り込むコストに見合ってなくねって。せっかく作り込むからにはもう少しプレイヤーを地上に滞留させて地上の意匠に注目してほしいというのと、地上でより長くプレイしてほしいと考えるのが開発者の心理だと思います。で、よくある折り合いのつけ方としては14なんかまさにそうですけど、最初は空飛べない状態で地上を探索させてある条件を達成すると以降は空飛べるようになるっていう仕組み。これだとさっき話した開発者の狙いをある程度達成させられるし、そもそもいろんなところで言われてる通り、ゲームはストレスをかけてからそれを解放させることで楽しいと思わせるのが基本ですから、まず地上しか歩けないというストレスをかけてその後に飛べるようにするっていう段取りこそがむしろ重要になってくるんじゃないかと思います。にもかかわらず初っ端から飛べるようにしちゃうってどういうことやねんっていう。あるインタビューで名調開発元のクロゲームスは、短期的にどうやってプレイヤーをゲームに縛り付けるかを考えるよりも、どうすれば短いプレイ時間でも十分に価値ある体験を提供できるかに注力した方が結果として長く愛されるタイトルになるという考えを示していました。まさにこの考えを体現した仕様だと捉えています。地上を歩かせてその後に飛べるようになるというオープンワールドでもなく、そんなマップ作り込むくらいならそもそもオープンワールドにしないでもなく、オープンワールドでも最初から飛べますという短時間で一番贅沢できる素晴らしい作りだと思います。素晴らしい作りというか、なんていうか、適当に入った定食屋のランチの値段が安すぎてこの店採算大丈夫かって心配になるのと同じ感情ではあるんですが、その辺はクロゲームズがうまいことやってると思うので、我々は何も考えずあやかりましょう。というわけで、初心者が快適に旅するためのインフラとして道路が整備されたと思ったら空路が整備されてしまったので、ぜひスイスイと旅を始めていただきたいと思います。名調を今始める1つ目の理由は以上です。続いて2つ目の理由、謎の大量配布です。なんと金髄の波模様と単調の波模様が10個ずつ配布されます。知らねえよって話ですよね。これはいわゆるガチャ石用のアイテムで、金髄の波模様、通称金玉はピックアップキャラクターを引くためのガチャ石で、この動画投稿時点で言うとオーガスターという限定キャラをピックするために回すガチャ石です。単調の波模様はピックアップキャラクターの専用武器っていうと若干語弊があるんですが、そういう武器を引くためのガチャ石です。それぞれいわゆる天井80連という仕組みで、80連回すと確実に強キャラや専用武器が出るし、それより前に出ることもあり得るということです。金玉1個あたり1回回せるので、要は80回回せば確実に出るっていうガチャのうち10回分を無償で配布するっていうことですね。それだけ聞くと、なんや好きなキャラくれるわけじゃないのかと思うかもですが、このアイテムを日本円に換算するとざっくり換算で3200円、1個あたり約160円なので、160円 ×20 イコール3200円って計算です。別に160円かけなくてもマップ探索するとか毎日ログインするとかでもコツコツ石は貯まるんですが、即座に20個ポンは相当珍しい。名調が1周年を迎えた時にだけ同僚の配布があったぐらいですね。ていうか、なんで今こんな
配布してるんだろう。正直私もよく分かってません。よく分かってないんですけど、10月8日までくれるっていうことらしいんで、くれるっつんだったらもらっときましょう。こういうゲームをプレイするに際して自分がメロッとキャラを迎え入れられるかどうかってのはゲームを続ける上で重要なファクターです。現に私も他に気になっていたゲームがあったんですが、そいつがすり抜けたせいでやる気が激減しています。確実に推しキャラを迎え入れるための弾丸にあたるガチャ石の謎の大量配布はありきたりながらそのゲームを始める動機になるかと思うので、ぜひあやかってください。名著を今始める2つ目の理由は以上です。続いて3つ目の理由、人気シナリオの大団円です。名著はどこぞの大人気 MMORPG と同じで、ぶっちゃけ第1章のシナリオの評判があまり良くありません。難解複雑だから。一方でそのフィードバックを受けテこ入れがなされた結果、第2章のリナシータ編からは評判が良く、音響映像技術の高さも相まって3週間に1回タダで映画見るような体験ができます。事実、私も先の動画でお話しした通り、第1章は正直ほとんどスキップしちゃったんですが、第2章はほぼスキップせずに全部プレイしていて、中でも第2章第7幕フローバというキャラに焦点を当てたメインクエストは、シナリオでキャラ愛育ませてガチャ回させるっていうのはこういうことなんですねって初めて実感したぐらい超好きです。そんな好評のリナシータ編が間もなく完結します。今この動画投稿時点でバージョン 2.6 がリリースされていますが、もし第1章と同じようなタイムラインで行くならバージョン 2.8 でリナシータ編が完結し、バージョン 3.0 で新舞台お披露目ですね。公式の YouTube からはすでにリナシータ編のクライマックス PV っぽいものが公開されています。名著のストーリーの傾向としてパッチごとに新キャラが単一でクローズアップされることが多いんですが、普段がそういう短編的な構成であるがゆえに、これまでに仲間になったキャラが結集してなんかヤバそうなやつに立ち向かうこの PV はリナシータ編プレイ済みの身だと結構テンション上がります。これからこういうもんがバンバン出てきてプレイヤー間でウオウオしていくと思うので、リナシータ編が完結するバージョン 2.8 頃から始めるよりは、完結するぐらいの今の時期にプレイした方が次の新舞台の発表を含めてタイムリーに楽しめるのでおすすめっていうロジックですね。名著のバージョンアップの間隔は約6週間なので、勝手に2025年11月から12月頃にリナシータ編が完結すると予想してるんですが、今から2ヶ月あればメインシナリオは超余裕で追い切れますし、それ以外のクエストやら名著ならではのサイドコンテンツやら育成システムやらを頭に入れて一発の漂白者になるのもちょうど良い期間だと思います。言うて私もまだ始めて4ヶ月程度でしかないので、ここで始めれば私と同じぐらいの歴になるので、一緒に始めてテンション高くリナシータ編のクライマックスと新舞台の開幕を迎えましょう。いかがでしたでしょうか。なぜバージョン 2.6 という中途半端なバージョンが名著を始めるのに適切なタイミングなのか、探索性の向上、謎の超配布、人気シナリオの大団円という3つの理由をご紹介させてもらいました。まあ口では私もバージョン 2.6 が最適だ言ってますけど、本音ベースで喋ると正直始められる時に始めりゃいいと思っています。例えば今回ご紹介した謎配布、さすがに今回ほどではないと思うんですけど、言うて今後も始める後押しになるような謎配布不定期にあると思うんですよ。ただこういうゲームってリリースから期間が経過すればするほど最新パッチに追いつかなきゃいけない期間が長くなって、結果どんどん始めにくくなるじゃないですか。私も前々から気になってたんだけど、ずるずる時間だけ経った結果今更始められんなってなっちゃったソシャゲたくさんあるし、だからどっちかというとバージョン 2.6 がタイミングいいから始めとけというよりは、名著おもろいから今始めとけというトーンの方が本心に近いなとこの原稿を書きながら思った次第です。なのでこの動画をバージョン 2.7 以降に見ている方もいらっしゃるかと思いますが、大丈夫、今が始め時です。ちょっとでもおって気になった方いらっしゃいましたら、概要欄のダウンロードリンクからぜひプレイしてみてください。そこまでには至らんけど気にはなっているというレベルでしたら、私の過去の名著おすすめ動画なり配信なりをもう1本だけ見て決めていただければと思います。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おつゆなし。